これ、おやばいです、これ。今、海外で大炎上していて、マイクラ統合版プレイヤーさん。これ絶対見てください。秋のアップデートで、クッションが追加されたり、藁のベッド追加されたり楽しみなんですが、不詳の矢2を使った、経験値無限トラップがクブクリン停止する発表があります。究極チャンネルでもこのような不詳の矢2を使ったトラップ過去に紹介してます。現在のバージョンでは動作確認済みで、この動画ではその発表の流れ、海外コミュニティの反発や公式さんがどのような発表をしているのか、こちらを整理してみたいなと思います。事件の発端。まず今年の6月に公式のバグトラッカーにとある記載が追加されました。バグトラッカーっていうのはこんなバグあるんだけどってね、コミュニティで意見し合うっていう場なんですけれども、ポーション効果付きの矢がアイアンゴーレムや襲撃で発生するラベジャーに対して撃っても跳ね返されちゃうよ。こういうバグが報告されたらしいんですね。ダメージを与えずに跳ね返ってその場に矢が落ちちゃう。一度話を戻して、この不詳の矢2の経験値無限、海外ではアローキラーっていうかっこいい名前があるんで、アローなんか弓矢みたいなことだよね、多分ね。でキラーを倒していく。このアローキラーの内部で動いていることは何かというと、ソウルサンドの上に水源を置いて、そのブクブクで不詳の矢2をずっと動かしてるんですよ。これ何をしてるんですか、ギョギョさん。これは統合版の矢っていうのは通常刺さってから60秒後にその矢消える仕様なんですね。しかし泡のブクブクで常に動かすことによって、エンドに行ってもネザーに行ってもログアウトしても消えないっていう、そういう仕様をついた装置なわけですよ。そして多くの経験値トラップがシルバーフィッシュを沸かせて、そのシルバーフィッシュに矢を当てて経験値が無限にゲットできるっていう装置なんですが、このアローキラーは長年使われてきました。7月7日、モヤン公式変更履歴に次の内容を掲載。不詳の矢がエンティティに当たった際、跳ね返らず正しく消滅するようになった。この時点で私のコメント欄にも、このアローキラー使えなくなるんですか、そういう心配の声をいただきました。私は7月7日の時点ではこのような動画出してません。なぜならば、それは一つの開発版、ベータ版って言ったりスナップショットって言うんですけど、この開発版での挙動だったんですね。なので、この開発版ってやっぱ変わるんですよ。これまでにもいろんなアップデート情報を私投稿してますけども、本実装の時に変わった。これよくある話ですよね。なので、7月7日で、あれこれ、長年アローキラー使われてたし、一時的に使えなくなってまた復活するのかなみたいな思ってたんです。この7月7日当時は、修正理由の詳しい理由はなく、先ほど私が引用した跳ね返らず正しく消滅しただけ記載されていたんで、アローキラーについての言及なかったわけですよ。それが7月7日時点の情報でございます。海外コミュニティの反発。同じ7月7日、マイクラのフィードバックサイトに、英語読みますけど、ブリングバックアローキラーズという撤回要望が投稿されました。もうこっからバチバチだよね。公式さん、直していきますね。でもコミュニティ、おい長年やってきて俺で作って一生懸命装置作ってんのにさ、なくすなよってバッチバチですよ。で投票していくサイトらしいんですけれども、なんとそのサイトの中で投票数が2番目に多い投稿になってると。相当ね、おいっていう状況だよね、コミュニティとしては。主な反対意見としては、経験値、そうですね、魚無限、ガストトラップ、あとスライムトラップなど複数の装置で利用されているこのアローキラー。今俺ら統合版勢が作った装置一気に壊れるじゃねえかよと。そして結構な間使えてたじゃん、なんで今更なんだよっていう声。あとさ、そもそもさ、言っちゃいますよ、トライデントキラーあるよね、ピストントラップ。あれさ、そういや同じ挙動じゃないね。トライデントキラーは良くて、なんでアローキラーダメなんだよ。じゃあトライデントキラーも直せよみたいなね。そしてね、統合版の皆さん言います。Java 版ではよ、おい TNT の複製するさ、TNT 無限装置とかもあったりするじゃん。あとはネザーの岩盤上にピヨンって行けてさ、そこで装置作ればもう移動し放題だし、装置作り放題だし、どういうことだよって、もうすごいことになってる今。コミュニティの多くの意見としては、Java 版と統合版の不公平さとか、あとは長く利用できたのにそれ突然切られちゃうっていう、そういう意見がありました。そしてちょっと読みますけど、海外のね、装置クリエイターとかも撤回要望を拡散したりとか、もうインフルエンサーさんも巻き込んでの今話になってます。ここで7月14日、公式さんが正式な回答を発表しました。この変更に関するコミュニティ議論を拝見し、もう少し詳しい背景をご説明したいと思います。この修正が既存のモブファーム、トラップですね。
モブファームに影響を与える可能性があることは承知しておりますが、問題を精査した結果、バグの解決がゲームの長期的な発展にとって最善の策であると判断しました。この決定には主に2つの要素が影響しています。技術的な観点からこのバグはサブコンポネントの処理方法における根本的な原因が発生して、だから技術的にちょっと、問題が発生してるよと。この問題を維持したり、例外を導入してサポートしたりすることに抵抗がありました。このシステムレベルの問題を修正すると、一部のモブファームで使用されていたアローキラーの機能が暗黙のうちに削除されました。設計の観点から、一本の矢でモブを消滅させずに無限に倒せるようにすることは意図されたメカニズムではなく長期的に維持することに抵抗がありましたと発表してます。なので一つの大きな問題、ラベジャーが効果付きの矢で倒されなくてさ、跳ね返されちゃうっていう問題解決したら、副次的にアローキラーもこれ使えなくなったよと。だからね、アローキラーだけこうダメだっつって潰しにかかったじゃなくて、長期的に見てこうやっぱ解決しないといけない問題なんですよ。そうね、詳しくご説明いただいております。公式変更履歴の開発者さんがこう注釈というかね、ちょっとこう補足説明できるところで記載されているものです。念のため補足なんですが、秋の特大アップデートで追加されるかは、断言はできません。クブクリン実装されると思いますけども、変わる可能性はもちろんあります。まとめると、公式さんが撤廃方針を公式に明言した。これ、正しいです。そして、正式版で使えなくなる可能性、非常に高い。そして、正式版での削除が 100% 決定した。これはちょっと言い過ぎ。私の発言としても、クブクリンと表現したいと思います。そして皆さん気になるトライデントキラーはどういう扱いかというと、トライデントキラーに関しての公式さんの明言はございません。ただ今回のような副次的な挙動によって、これまで使えていた挙動が、仕様変更で変わること、これこちら十分にありえますんで、キヨキヨチャンネルではこういった情報も投稿していきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録お待ちしてます。キヨキヨとしては、しょうがないよね、これは。本当に。で、なんか全員の言ってることがわかるのよ。いや、確かにさ、私もその Java 版と統合版どっちもプレイしてるわけじゃん。そうすると、使用さ結構大変なわけ。装置ご紹介させていただく時も結構違うから、ただこのようにマイクラ公式さんが長期的に見ていいゲームを作ろうって思ってくださってるのは非常にね、なんか僕としてもありがたいなと思うし、マイクラ最高だなって思うわけよ。キヨキヨチャンネルはプレイヤーさんにお役立ちするっていうことを一番の目標に日々ね、チャンネル運営しているわけなんですが、こういった仕様変更があったりしても、マイクラプレイヤーさんに今後も最新情報や最新版で動く装置、こちら全て投稿していきたいと思います。説明欄には必要素材書いてますし、動かない場合のトラブルシューティングまで書いてます。そしてね、わかんないことあったら私全部返信させていただいております。とはいえ私も装置作るとき1マスミスっちゃった。前回ね、その土のトラップタワー作った時に1マスずれちゃってた事件があったんだけど、私も日々勉強していきながら、いろいろ調べながらマイクラプレイヤーさんにお役立ちするチャンネル作っていきます。頑張っていきます。そしてその先に100万人登録あると思ってます。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。頑張ります。そしてマイクラ統合版の装置作りたい方、こちらの再生リストご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。